はいどうも、研ぎ師亮太です。今日は SPG ストリクスの包丁を本場付けしていきます。で、今回本場付けする包丁はこちらになります。こちらは芯材に SPG ストリクスというかなり新しめの鋼材を使った両刃の筋引き包丁になります。でサイズが24センチの刃渡りのサイズになっています。でこの包丁は東京の焼肉割烹のノートさんというお店とコラボした時にプレゼントした包丁になります。後ろにお店の名前であるノートという名前を入れて研ぎ師亮太の銘切りもしています。でまだショート見てないよって方はぜひ見てみてください。でこちらの包丁なんですけど、本場付けとかも特にせずに新品の状態でプレゼントしたんですけど、やっぱり新品の状態だとどうしてもエクボとかがあってそこら辺を研ぐのが大変ということで、最初の本場付けを僕がさせていただくことになりました。なので今回はこちらの SPG ストリクスの包丁をきれいに本場付けしていきます。で本場付けは天然砥石を使って、この切り刃のダマスカスをしっかり出しながら切れ味もよく仕上げていきたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、それでは今から研いでいくんですけど、今回の本場付けは天然の本場付けということで、たくさんの砥石を使っていくので、いろいろ紹介しながら本場付けしていきたいと思います。でちょこちょこ解説も挟みながら、本場付けの Tips みたいなところをお伝えできたらなと思っています。それではまずは今の包丁の状態なんですけど、こんな感じになります。はい。ところどころやっぱりエクボがあって、ここら辺とか、ここら辺とか、こっちは全体的にありそうな感じですね。このエクボをきれいに整地しながら研いでいきたいと思います。で、割と広範囲にエクボがあるので、今回はこちらの旬シリーズのダイヤモンド砥石220番ですね。まずこれで整地していきます。で、今回使う砥石は、今のところ予定では1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個ぐらい使おうかなって思っているので、つどつど紹介していきたいと思います。それではまずはこちらの旬シリーズでざっくりと整地していきます。はい、こんな感じです。意外とエクボ少ないかもですね。今結構粗い目が220番の目になるんですけど、割と当たってますね。なのでこれを、今回のこの SPG ストリクスの包丁は、しのぎがあるので、このしのぎを立たせつつこの切り刃をまんべんなく当てていくっていう作業になります。なので当てる面としてはこのしのぎからこの刃先全体を当てながら、さらにこの今コバがついてるんですけど、このコバを薄くしていく作業ですね。こんな感じで、意外とエクボ少なかったです。というよりなかったですね。なので、結構すぐまんべんなく綺麗に当てれたかなと思います。で、まだ刃先がちょっと熱い状態なので、これで刃先をいい感じに薄く抜いていこうと思います。ちなみにこちらの SPG ストリクスは粉末ハイスっていう鋼材の種類なんですけど、粉末ハイスの中でもかなり研ぎやすく調整された鋼材なので、結構研ぎもサクサク行えますね。それでは続きやっていきます。
じゃあ表こんな感じで研げましたので、続いては裏側ですね。こちら側をやっていきたいと思います。はい。裏は左右逆で持って、同じような研ぎ方をしていきます。裏側はここにちょっとエクボがありましたね。カメラで見ると結構分かりやすいですね。なんで、このエクボをきれいに取り除きながらやるんですけど、エクボのきれいな取り除き方は、ざっくり言うと、包丁の切り刃はひねりといって、こっちの方が鈍角で、切り先に行くにつれて鋭角になっていくんですけど、それをしっかり意識して研いであげたら、勝手にここなくなります。で、この時に注意したいのは、ここエクボがあるので、ここばっかり研いでしまうと、ちょっと包丁の形が変わってくるので、なるべく前後をしっかり研ぎつつ、前後も研ぐんですけど、前後を研いだら、この研いでない、ここら辺も調整しながら研いであげると、より綺麗になります。で、その時にしっかりひねりっていうのをつけることを意識してあげたら、さらに綺麗ですね。研ぎ進めてるんですけど、なんか結構当たらないとことかがあったら、歪みがある可能性があるので、一度包丁が曲がっていないか確認してあげましょう。で、この時に少し曲がっていたら、そこが曲がっているせいで当たっていない可能性があるので、まっすぐ歪みを直してあげましょう。これの場合だと、ここを見た時に若干ここがこういう向きに曲がってるので、これを直していきます。で、直す時はこんな感じの専用の小地棒とかがいるので、こういうので直してあげるのがいいですね。この小地棒はオイリ君から買った小地棒になります。なかなかしっかりしてて使いやすいです。で、この状態でまた研いでいきます。
でダイヤの表面が滑るようになってきたら、こんな感じで運号車つけていただいて、ガラスの板でこすってあげましょう。そうすることによって、ダイヤモンド砥石の研磨剤の目を立たせることができるので、これで研磨力が復活します。なかなか取れないので、こちらの GC の220番、これ10個のセラミックの220番ですね。ちょっとこれでざっと削っていきたいと思います。ちなみに今こんな状況ですね。ここに大きいエクボがあって、このしのぎのここにもちょっとエクボがあるので、この2つが取れるまで研いでいきます。はい、で今こんな感じですね。ここら辺のはほとんどなくなったんですけど、まだここのエクボが残ってますね。なかなか手強い。もうちょっとかなって感じですね。はい、ということで、ほんの少しまだ残ってるんですけど、
これぐらいだったら次の300番で落とせるかなって思うので、これで220番の研ぎが終わりになります。いかがでしょうか？いや、なかなか時間かかりましたね。いや、表やった時はもうこれは余裕やなって思ったんですけど、やっぱそんな甘くなかったですね。まあ何せよこれで一番大変な作業が終わったので、あとは楽しい時間ですね。でちょっとこの水を変えましょうかね。じゃあ水も変えれましたので、次の砥石いきます。続いてはこちらですね。キングの300番です。これはセメント系の砥石なので、こんな感じで水つけるだけで使えます。で今回はほとんどマグネシアか、こんな感じのセメント系になっていますので、これの次に使う700番だけちょっと今吸水させています。よし。はい、それでは300番で先ほど研いだダイヤモンドの220番の目を取り除いていきます。はい、それではこれで表終わりでこんな感じです。じゃあ続いて裏ですね。裏やる前に一回面直しします。
はい、それでは裏面も終わってこんな感じです。それではこれで300番終わりですね。次の砥石に行きます。はい、それでは続いてはこちらですね。キングの700番になります。この前レビューしたやつなんですけど、めちゃくちゃ研ぎ心地よくて、300番の目も消せそうだったので、今回はこいつを使っていきます。じゃあまず表からですね。でこの砥石はめちゃくちゃ水吸うので、荒研ぎしてる最中に水を吸水させてあげましょう。で吸水させたらこんな感じでめちゃくちゃ研ぎ心地よく研ぐことができます。それじゃあ表面終わってこんな感じです。やっぱ700番綺麗ですね。はい、じゃあ続いて反対いきます。はい、それではこれで裏面も終わりました。やっぱ700番めっちゃいいですね。一気に好きな砥石に入りましたね、この700番は。で、これで人造砥石で切り刃を研ぐ作業が終わりになりまして、次は天然砥石で切り刃を研いでいきます。
はい、じゃあ続いてはこちらですね。丸尾山青巣板。これもお気に入りの砥石の一つです。よし。じゃあ表から研いでいきます。はい、それではこれで表面の丸尾山青巣板はってこんな感じです。それでは続いて裏ですね。やっていきます。
はい。じゃあこれで裏面も終わってこんな感じです。いかがでしょうか。綺麗ですね。やっぱ丸尾山はかなり綺麗な霞仕上げになりますね。じゃあ次が切り刃最後ですね。はい。じゃあ続いての砥石はこちらです。中山苫江ですね。綺麗。じゃあこれで切り刃の艶出しをしていきます。はい。それじゃあ次裏面いきます。はい、それでは切り刃の研ぎ終わってこんな感じです。いかがでしょうか。綺麗ですね。で続いては糸引きやっていきます。ちょっと刃先が薄くなりすぎてちょっと破れてるとこもあるので、糸刃引いて切れるようにしていきたいと思います。じゃあ今回の糸引きは刃の黒幕の1500番からやっていきます。じゃあこれで1500番終わりです。で続いてはこちらですね。ロックスター4000番でやっていきます。次キングデラックス8000番ですね。で次がなにわの刀剣用、これは超セラの1万番になります。で次こちら末広の極名1万5000番ですね。でこれが最後、また同じく末広の極名2万番です。
これで刃付けも終わりです。はい、それでは刃付けも終わってこんな感じです。いかがでしょうか。綺麗ですね。ダマスカスもしっかり出てて、刃境もしっかり出て、刃文もかっこいいです。はい、裏もこんな感じで、裏も綺麗ですね。はい、ちなみにこんな感じで堺実行の刻印と裏にノートさんの銘切りですね。であと僕の銘切りもこれ実行の社長に入れてもらって、かっこいい字してますよね。これ実行の社長に入れてもらってるんですけど、実行の社長めちゃくちゃ銘切りの感じがかっこいいです。なんかちょっと癖があって、その癖がめちゃくちゃかっこいいですね。では次はバリ取りしていきます。でバリ取りはこちらの新聞紙でやっていきます。よし、これでバリ取りも完了です。最近は新聞紙でやっているんですけど、なんやかんや新聞紙いいですね、やっぱり。なんか最近は砥石もバリ取りも全体的に初期状態に戻ってってる気がします。砥石も最近はキングの砥石を使うことが多くて、荒友、中友、仕上げ友1個ずつ入ってますね。料理人さんの方とかは一番最初にキングの砥石使うこと多いと思うんですけど、僕も最初キングの砥石でした。やっぱりとても安定感があっていい砥石ですよね。はい、それではまずはこちらのティッシュ丸めて試し切りしていきたいと思います。はい、こんな感じでめちゃくちゃサクッと切れますね。はい、それでは続いてはこちらの新聞紙で試し切りしていきます。こんな感じで新聞紙もめちゃくちゃ滑らかに切れます。で、これを糸端とか引いてなかったら、刃先が破れてしまって、新聞紙が途中で引っかかって破れてしまうっていう感じになってしまいます。なので、しっかりとコバとか糸端は引いてあげるようにしましょう。それでは最後はいつも通りこちらのコピー用紙の筒を切っていきたいと思います。こんな感じでコピー用紙の筒は余裕で切れますね。はい、ということで今回はこちらの SPG ストリックスの本場付けしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。やっぱりストリックスは結構研ぎやすいですし、切れ味もめちゃくちゃ良くなるので、とてもいい鋼材ですね。でこちらは実行のフレアシリーズっていうシリーズなんですけど、ストリックス使ってて、ハンドルはカーボンファイバーなので、もう最高にかっこいいです。で天然で仕上げてあげることによって、こんな感じでダマスカスも綺麗に出せて、刃境もかっこよくなるので、ストリックスは天然で仕上げてあげると、見た目も良くなりますし、切れ味も良くなるので、とてもおすすめですね。で、今回使った砥石をおさらいすると、旬ダイヤモンドの220番、実行セラミックの240番、キングデラックス300番、キングデラックス700番、刃の黒幕1500番、ロックスター4000番、キングデラックス8000番、なにわ刀剣用1万番、末広1万5000番、末広の2万番、丸山をすいた中山と前、合計12個ですね。今回はこれらの砥石を使って仕上げてみました。やっぱり切り刃は天然で仕上げるとめちゃくちゃ切れ味良くなりますし、今回のストリックスみたいな炭化物が細かい微細なものっていうのは、腎臓のとてもかかりもよく切れ味も滑らかになるので、ぜひ試してみてください。で2万番とかの超高番手でするときはコバじゃなくて糸刃の方が効果を発揮するのでおすすめです。ということでこの包丁をノートさんにお届けしに行きたいと思います。はい、ということで研ぎ終わったので、東京のノートさんまで来ました。はい、ありがとうございます。東京の麻布十番で焼肉割烹の料亭を営んでおります料理長の佐藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく焼肉割烹ノート副料理長下地です。よろしくお願いします。いや、めちゃくちゃおしゃれですよね。で、今回はこちらのストリックスの包丁なんですけど、本場付けノートさんのご依頼でさせていただきました。で、これ今から使っていただいて、ちょっと切った時の感想とかお伺いできたらなと思います。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実はこの前ご招待していただいて、ご飯ご馳走していただいたんですけど、もうどれも最高に美味しかったです。よかったです。ありがとうございます。
じゃあこちら本場付けさせていただいた包丁になります。ありがとうございます。ぜひ使ってみてくはい、ださい。大事に使わせていただきます。ありがとうございます。包丁の中では最新の鋼材になってて、錆びにくくて切れ味もいい。しかもステンレスの中ではかなり研ぎやすいっていう鋼材になってますので、素材自体は初めて使うのでちょっと楽しみです。ありがとうございます。で早速使わせていただきます。ありがとうございます。自分でもう何時間もかけて研いだ包丁より全然切れるんでなんか悲しいっすね逆に。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。はい。美味しそう。いただきます。はい。うん。美味しいです。ありがとうございます。うまそう。めっちゃ美味しいですね。ありがとうございます。和牛のヒレのすき焼きです。ん。油があんまり乗ってない部位うんバランスがいいので、僕さっぱり召し上がれます。外国人に一番人気のあ、メニューですそうなんですか。はい。めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。実際肉切ってみていかがでしたか。正直切れすぎて使いづらいまでありますぐらい素晴らしい、ありがとうございます。はい、包丁です。刃先を、なるべく薄くしてるので、はい、食い込みもかなり良かったかなと思います。で、今回天然砥石で仕上げてるんで、はいちょっといつもと違う感じかなと。どうでした使ってみて。はい、そうですね。大きな塊のお肉は基本的に包丁を結構前後することが多いんですけど、はい今回研いでもらったもの、こちらの包丁だともうほんと 2,3 回ぐらい往復するだけでスッと切れちゃう、もうなんか切れを切ってるんですけど食パン切ってるぐらいの感覚でスーッと刃が入る感じで、正直もうこの包丁を使ったら他の包丁使えないですね、僕は。ありがとうございます。はありがとうございました。今日喜んでいただけてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。